わかんない。合ってると思うけど、なんか他に面の写真ないでも多分これで合ってると思の？あれ一押しっぽいの写真ない？う。でも人は合ってる。カニも一応ある。大量のザリガニ。两位，您这个有面对吧？有面で。好。来ました。上海名物カニのかけ麺です。美味しそう。めっちゃカニ。すごい。いただきます。そのまま食べて。美味しい。大丈夫だ。美味しい。カニちゃん食べます。めっちゃ卵入ってます。綺麗。綺麗。色。美味しい。めっちゃカニ。美味しい。手がベタベタすぎて。不快なの。このタレもちゃんと合ってる。おはようございます。だいぶ予定より遅れてるので、今から観光客的なことをちょっと日本人を上海を観光させようと思います。長い一日になるんで頑張ります。到着しました。今上海でめちゃくちゃ有名なビールあるんですけど、まあだから早く来ようと思って空いてる時間に来ようと思ったんですけど、もう遅れたんで多分だいぶもう人が集まってます。結構でかいマンションだね。普通に洗濯物干してるから、でも結構普通に人が住んでる。上海あちこちゴミ箱設置してるから、コーヒー飲んでもゴミ問題にならないので、それはすごく嬉しい。もうこの辺どこ撮っても割とおしゃれだよ。この建物も可愛い。ここ面白いけど見てみる。レジャービュー。レジャービュー。おしゃれな。まあいろいろあるけど、洋服と本と雑貨かな。QR コードで見れるよね。多分お会計も全部アプリで済ませるんじゃない。意外といろんなブランドある。これ外国人には不親切だ。まあ多分普通に買えると思う。できた。ね。コイン投げてる。本当にそういう風習なの？本当に？まあいつからの風習かわかんない。お香も捧げる。
ど、今日も来ました。博物館ちょっと見足りてなかったので、また見に行こうと思っています。その前、上海料理のお店を食べに行きます。博物館の隣にあるからちょうどよかった。おそらく90年代ぐらいからここを開発し始めてるから、なんかもう旧市街とガラッと雰囲気変わる。旧市街どこなの？うちらのところ。あそこは旧市街。昔の川越えてなかった。川越えちゃうとあんまりなんか建物とかなかったから。で川のこっち側だと割ともう新しい街って感じ。行きたい上海料理の店どこに入っているかな、この3つのビールの中で。あれだ、さっき違う隣、上海菜館。なんか紫のもち米、穴のところに詰めて金木犀のソースをかけてる。スイーツっていう概念はあんまりない。基本的に全部一緒に出てくる。ご飯の後とかという概念がないから、甘いやつとしょっぱいやつを交互で食べる。金木犀の香り。でも多分細い穴子で甘味噌で味付けしてる。土壌は川魚でしょ。塩水で茹でた鶏にソースをかけてる。上海の定番料理。美味しい。この山椒効いてるね。結構効いてる。ビリビリ。ネギも美味しそうだよ。ネギトースト。台北さ、普通にコーヒーショップ行くと800円とか日本の他の高いし900円とか。こっちは安いよね。安い。これで200円ぐらいだよ。これ桃とアメリカン。エスプレッソトニックみたいな感じ。飲んだことない？じゃあこれ一个冰美式，然后一个这个黄桃美。黄桃美是您可以小程序下单，我这边点的话是原价。好，那我就直接都小程序点就行了。終わっちゃった？違う違う、こっちでやった方が安いよってスキャンした方が。何これ？これ1リットルぐらいあるんじゃない？何これ？でかっ。桃が入ってる。果肉が。ちゃんと桃だよ。甘くない。めっちゃでかい。これディオールのショーで使ってたやつかな。めっちゃ不思議な空間だよ。
コップ買いました。一応上海でコップ2つ買っちゃったな。面白い建物。中は吹き抜けになってる。積み木みたいな重ねてる。かわいいよね。細かいよね。綺麗。アメリカ用で作った。ちょうど夕日だね。暗くなりましたね。今から有名な夜景を見に行きます。ちょっと歩行者天国も結構華やかなところがあって、そこを通ってザ・バウンドまでを歩いていきます。楽しみ。めちゃくちゃ観光客みたいなことをやる。このまままっすぐ行ったら、ここは南京路歩行者天国。南京路歩行者天国になっていて、ザ・バウンドまでこのまま歩いていけます。結構いろんなデパートとか商業施設が立ち並んでるエリアになるんだけど、まあローカルの人はあんまりいなくて、ほぼ旅行しに来る人かな。現地の人に来たらあまりこの辺で買い物してない。もうザ観光地って感じ。反対側、ここ南京東路、南京西路の方がもうちょっと現地の人が買い物するところ。なんかこの道の反対側。上海旅行に来るときに一番最初絶対来る感じだと思う。2回目からも来ない。もともとこの辺もあれじゃん、外国人が集まってたところ、生活してたところ。上海の渋谷だな。渋谷じゃないのかな。渋谷も地元日本人もいるじゃん。地元の人はちゃんと遊んでるじゃん。ここも完全にもう観光地。逆にさ、観光だけしかない場所って日本そんななくない？なんか日本で例えられない。頑張ればディズニーランド。そういう意味じゃなくて街のあるものっていう。池袋じゃない？雰囲気的に。この洒落たもんがない。そう。ごちゃごちゃしてる感じ。ビーフジャーキーの豚版、ポークジャーキー。まあこういうとこでもあるけど、これ結構好き。100g これ。50。50g でこの値段？うん。これ牛の。
俺豚でいいと思う。どれ？これ絶対ビールだよ。ちょっと焼肉っぽい。よし、谢謝。買いました。放送すぎる。一応これ中国じゃなくてシンガポール。なんやねん。美味しいけどね。ちょっと甘いだけど。これ全部光ってる。あ、思ったよりもっと密集してるの。やっぱあのタワーのおかげだな。一点上当受骗。普通に風気持ちいい。你好，两位，刚才打电话的那个，啊，对对对，不好意思，有点晚。鍋の下にラードを塗りつぶして、わからん。何や。聞いてみようか。いいよいいよ。もう葱菜洋芋饭是什么东西啊？就是里面有土豆和那个葱菜，还有一个贵州的一个分肉。是炒饭吗？不是，是焖。对的。对。かき込みご飯。キノコちょっと長めに煮込まないとだ。多分いろんなキノコが入ってる。そうそうそう。この赤いやつはトマトって。トマトなの。うん。今入れたのが筋付き牛肉。こんにゃく。それはわかる。这个是切炒豆腐。豆腐。それもわかる。这个炸豆皮。揚げた豆それもわかる。なんだ？这是什么？メンマだ。烟熏笋。哦。这个是灰碱巴。これはあれだ。かまぼこみたいな。灰碱巴是什么做的？米做的。米。何それ？米で作ったやつ。すごい。だいぶ量多いな。ちょうどいいんじゃない？谢谢谢谢。レモングラスの匂い。でもこれレモングラス入ってないんだ。そう。なんか香りする。発酵トマトでそうなってる。うん、美味しい。意外と辛くないそんなに。全然辛くないでしょ。ピリ辛。これ熱くなる。もう汗止まらん。でもこれは辛そう。そもそも。発酵唐辛子ね。これ初めて見た。かわいいよ。鍋自体辛くないけどね。多分伝えたら辛さ調整してくれると思う。タレが。おはようございます。今朝7時半です。これから新幹線乗って惠州という町に行きます。基本的に1時間前に来たかったんですけど、ちょっと早すぎてギリギリになっています。眠い。中国の電車という概念があんまりないから、電車みたいなものを乗るときには基本的に遠い町に行くイメージなので、空港みたいな検査とかもあるからちょっと時間かかります。なので早めに来るのはおすすめしますけど、間に合うかな今日。みんな荷物も多いです。
外国人だとパスポートで入ることになって、なんかパスポート確認してもらう場所も探さないといけない。めっちゃ広いよ。まあ大丈夫じゃない、こんな時間だったら。意外と20分弱で入れた。まあ、並んだら外は大変になるから、基本的に大きな待ち合わせ室があって、それぞれの改札口に行くみたいなイメージ。空港の感じで理解しやすい。これまだ通常時、平日のめっちゃ早朝だけど、これで年末年始とかだったらえぐいことだ。中国の建物全部でかい。もう入るよ。A じゃない A と B 両方入れる。でパスポートを見せるところを探さないと。緑になってるのが今改札入れるよって話っていう電車だね。こっちもめっちゃ広いよね。こんな幅いらないよね。着きました。広州の一番有名な観光地西湖という西に湖で書くところで、古くから観光地として有名なところではあるんですけど、もともとでしたら上海から45分の新幹線ですぐ着くんですけど、いろんな観光地があって1日泊まって見てもよかったけど、ちょっと荷物の移動がめんどくさいから日帰りで挑戦してみようと思います。なので基本的にもう西湖の周りをちょっと今日は見てみようと思います。あいにくの天気だね。でもなんか西湖はこういうのが一番いいって言われるけどね。なんか程よいちっちゃめの山が並んでるから、その交差が変わってて綺麗だよっていうのがいつも言ってる。できた。买这个票出来就行了。电子票啊，你截个图方便一下。パンパンやん。それとこある。我带上。哎，我们坐下一班可以吗？子，后面半小时以后才能开。前面两个座位10分钟就到岛上了。前面两个座位，后面还可以坐几个次人。30分って。 10分钟就上岛了，前面找位置坐。座る？ここ座っていいって。前面那个也可以坐啊，船位也可以啊，ガイドする就10分钟的时间。暑いね。是位于杭州城西面3面环山。那这边ああいう橋は中国っぽいよ。花咲いてる。あれをハス、さっきの日本語で言うと、で浮いてるやつとふって上に出てるやつが種類が違うよね。レンとハス違うよね。花が違うよね。ハスとレン。
こういう石がこの近くにあるもうちょっと大きい太湖という湖からしか取れない。細いのと透き通ってるのとなんか漏れてる穴が開いてるのが綺麗だとされてる。ここは面のところ。夜この3つの塔にろうそく入れて、で多分ちょうど月の影が真ん中に落ちる。夕日見て、杭州逆方向にめっちゃ夜景綺麗なところあるの。まだビールだけど、そこで見てみようかなと思った。あ、夜景をね。うん。でもこんな雨だったらもう多分夕日見れないから、見なくてもいいかなと思って。あそこ一番光ってるとこ、白いや G が光ってるとこ。結構ローカル。つ。流行ってる。うん。两位。好。白胡椒の匂いめっちゃする。いっぱい入ってる。おー、美味しそう。これ美味しそうじゃん。あんまり油っぽくない。軽いから食える。ほんのり酒粕の味する。綺麗じゃない？この宋の時代、宋の時代の建築群。あ、これ YouTube で見たことある。何体験？俺が話してたラブストーリーただもういい集客の仕方だよね。ダメだ、今日雨で。めっちゃ漢方の匂い。これ60万。漢方の薬。これ何？葉っぱうちは根っこ。ごぼうみたいな。高麗人参だこれ。ここで測って配合してくれる。
先生がこれがどのぐらいの重量でやるとか、あれがどのぐらいの重量でやって、で焙煎して飲む。古い建物の中見れてる。それぞれの効果全部言ってるね。これは何？化石。そうなんだけど何？木か。違う、化石。なんだ？動物の全部漢方に使ってたね。何でもかん。まあここはもう科学的な話でしょ。漢方は結構科学でしょ。まあここは効能的には科学でしょ。配合してる。漢方はなんか西洋医学と違うからちょっと違う。まあ説明未だにできないからね。そう。できない。ちゃんとここまだ機能してるね。クリニックもあるって書いてるから、普通に医者として機能してる。そのまま買える。薬局併設みたいな。漢方のコーヒーある。これ？うん。大丈夫じゃない？見てみよう。まあどう説明したらいいかわかんない。味で書いてある。漢方の薬剤で書いてる。何の味だろう。あんた何したの？龍眼。龍眼って知ってる？ロンガン。人参が入ってるアメリカの。でもそんなにちょっと甘いんじゃない？漢方の甘みでと結構苦手かも。めちゃくちゃワイルドな人参の香りがする。人参の香りする？めちゃくちゃする。元気になるね。何したの？こっちの方が落ち着いてるよね。外はちょっと商業化しすぎたんだ。上海に戻ってきました。もともと広州で夕日を見ようと思ったんですけど、めちゃくちゃ雨で諦めました。これから上海で気になってる B 級グルメを食べに行きます。唐揚げ、豚のとんかつ。一个在哪？一个水笋烧肉面。没有了，不好意思。啊，没有了啊。海蛎猪肝，对，味道会好一点。拌面的。然后
一个你几位？两位。 2位，还有腊肉啊，八宝辣酱这些都好吃的。那来一个腊肉吧。腊肉拌面有一点点辣啊。啊，然后一个榨菜肉丝的浇头。で聞かれた。要不进不矛盾。ついでに観光客絶対来る4円まで来ました。あ、夜綺麗ですね。結構赤くライトアップされてる。まあ、どれが古い建物かどれが新しい建物かわかんないけど。めっちゃ綺麗だ。あの橋は有名。あの橋は9回曲がってる。ここは有名な小籠包じゃん。並んでないじゃん。もう閉まってるかな。おはようございます。今日中国のベネツィアみたいな街に行こうと思って、また大きな駅に来ていますけど、昨日とまた違う駅で、結構なんか新しくて綺麗。しかも電車が少ないから、もう人も少なくて一瞬で入れて、こっち、まあ電車少ないから使えるかどうかわかんないけど、もしこっちの駅から電車があったらこっちでもいいかもしれないです。最近中国、新鮮な果物とか使ってお茶作るの流行ってるから、ペットボトルよりは美味しいと思う。あれは何？鴨のうんこみたいな匂いするお茶かな。その文字的な意味はそれ。右は？とある花のレモンティー。普通に美味しい。最近基本的に新鮮な果物をその場で潰して新鮮なお茶で合わせて飲むのが中国で一般的になってる。普通にもともと中国のお茶美味しいし、新鮮な果物を使うと結構いい感じに出来上がります。中国に来るときにぜひこういうちょっとテイクアウト系のお茶の店ぜひ行ってみてください。着きました。ちょっとハプニングありましたね。持ってた DJI のカメラが新幹線の駅に忘れてしまってちょっと焦りましたけど、電話してみたら誰か届けてくれて、なのでバイク便を呼んで今取りに行ってもらってホテルまで届けてもらってます。もうなくしたかなと思ったけど、なかなか最近中国の治安も良くなったかもしれないですね。なのでこれから iPhone で撮ります。DJ が愛がないからさ歩く時撮るのが難しい。まあ揺れちゃうよ。着きました。新幹線乗ってまたタクシー1時間ぐらいかかったんですけど、これから入ります。チケット必要なのでチケット事前に買ってもいいし、まあ混んでなかったらここでも買えます。
まだ住んでる人も少しいるかもね。これはちまきで肉入ってて、こっちは多分ハスの葉っぱで包んでるお肉、蒸したお肉です。粉蒸肉，荷叶粉蒸肉，粉蒸肉外面包的是什么？有米粉有肉，あ米粉你的米炒过，然后磨成粉来。米の粉で包んで肉を蒸してる。肉入ってんの？肉入ってる。食べる？試してみようか。粽子嘛是各种馅都有的，有带肉的，这边就都是肉。肉和米粉，有肉有米粉。肉だけでいい？うん。何の葉？ハスの。哎，外面有一层豆腐皮，可以吃啊。あ、走。おいしい。青染めの展示ですかね。藍染め。藍染め。そろばんの神様。違うよ。他们喝量让你买的。我最近3年喝了3次酒，前年是。さっき言ってた古い建物のエリアと今も古い建物のエリアに向かってるんですけど、何個かあるんでちゃんと調べて行きたいところに行った方がいいと思います。今入ってきました。ウチンのこの辺はメインの観光地域は観光エリアかなは2つあって、東と西があります。さっき言ってたのは東で、もうちょっと自然的な、エリアになっていて、こっちはどちらかというとすごく商業的に整備されていて、簡単というとちょっとテーマパークっぽい雰囲気になるかなと思っています。これから見てみようと思います。ここは劇場だね。たまに劇をやる感じ。ここは美術館。結構急にモダン的な建築になってる。西洋のなんかやってるよね今。彫刻。
東のエリアより広いよね。めちゃくちゃ広い。めっちゃ広い。これじゃ見れないね。とりあえず中に入ってみようか。まあ多分昔のままでもここ繁華街だよね。さっきの東のよりは。大きいよ。うん。こっちの方が多分中心部だね。昔の。明らかにこっちの方が人多いわ。なんか時間ない人はでもこっちだけでいいってネットで結構書かれてる。めちゃくちゃ晴れてるよ。中国の縁結びの神様のお寺です。パワーありそう。赤いやつはエヴァ的なものです。よかったな。東の方が好きかも。もうちょっとゆっくりしてる感じ。西はもう完全にテーマパークだ。上海に戻ってきました。カメラも無事に取り戻せました。運賃良かったね。これから大衆料理という最近中国で流行ってる地域の料理になります。めちゃくちゃいい香りする。美味しい。想像以上にちっちゃい。あさりぐらいのサイズだと思う。名前これあれだからね。ひまわりの種っていう名前の貝だから。そういうちょこちょこするもん。これめちゃくちゃ美味しそうだ。色が何の味全然想像つかない。しかもなんかこれ美味しい。濃厚。春雨と貝の食感のコントラストいいよ。このめっちゃ柔らかい春雨好きかも。まあほんのりだね。ツンとしてない感じ。ちょっと砕いた中トークと細かいエビが入る。ちょっとしょっぱい。これご飯欲しい。全部ついてる。まあなんかちょっと田舎の料理だからご飯進むやつが多い。おはようございます。今リネアの駅にいます。これから日本に戻ります。最後の観光としてはリネア乗ってみようと思います。できます。なんか浮いてるよね。
思議だね。3シート3シートだね。普通の新幹線より幅が広い。しかもあんま人いない。出発かな。逆だったこういうレールで走ってるんだ。何もないから不思議だな。あんまり揺れ感じない。新幹線と同じぐらいって感じ。300いくかな。いった。300かな。大体300で走ってます。新幹線が200何十ぐらいかな。それよりちょっと速い感じで、フルで出そうと思ったら350とかいけるって聞いたことあるんだけど、こんな距離で出す必要ないって感じかな。話したらもう着きましたね。10分だもんね。これで市内まで行けたらいいけど、中途半端なところに駅があるんで、一回乗り換えしないといけないのがネックかな。やっと搭乗口に着きましたが、これから東京に戻る飛行機に乗ります。やっぱりプートン空港が広いです。搭乗口500ぐらいあるんで、早めに来ててよかったです。今回すごく長い旅でした。2週間トータルで中国に滞在して、1週間実家に、行って、その後の1週間上海にいました。実家に関して、前の YouTube でも話してるんですけど、上海も1週間滞在して、前半は自分で友達とフラフラしたりとか、ちょっとチルな感じで遊んでたんですけど、後半日本の友達を連れて割と観光客っぽいことをやっていて、トータル的になんていうか、やっぱり中国変わったなと思って、今日にも帰ってきたんですけど、そんなに滞在してなくて、いろいろ観光地とか人の感じとかはやっぱり、発展したっていうか、進化したなっていう感じがすごくしました。で、特に上海とか発展してる都市はもう結構快適に過ごせたかなと思います。今までは上海とか何回か来たんですけど、割と観光客っぽいことあんまりやってなくて、特に上海の周りに今回行けたからすごく良かったなと思います。中国の中ではやっぱり上海がトップの都市の一つではあるので、比較的にその日本との違いがもうあんまりなくなってはいるんですけど、やっぱり人の考え方だったり動き方とかは、中国特有な部分もあるので、そこは慣れるまではちょっと時間かかったかなと思います。特に中国のこの、QR コード支払いとか、その電車乗る時のその日本とのシステムと全然違うっていう部分に関しては割とちょっと大変な部分もありましたけど、慣れたら割と快適に過ごせたかなと思います。東京から2時間半ぐらいかなの、3時間弱の飛行機を乗ってすぐ行けるところなので、割と中国食べ物に関しては中国の全ての地方の食べ物も集まっているし、で、上海自体も観光地としてはいろんな見れる場所もあるし、中国現地のオリジナルのブランドとかも最近すごく発展してるから、僕もすごく爆買いしました。週末を使って上海だけ遊びに来るのもすごくおすすめしますし、上海の周辺もいろんな、観光地もあるので、今回行った広州だったり武鎮だったりっていうのを、中国やっぱり広いので移動は時間多少かかるんですけど、もし時間があったら行ってみてもいいかなと思っています。自分としても今の中国を
この YouTube を通じてみんなに紹介できるのもすごく嬉しいと思っていまして、一部ではあるんですけど、僕のカメラで、僕が見ている中国を、これを通じてお見せできたのがすごく良かったかなと思います。ぜひこの YouTube を楽しんでいただければ嬉しいです。もしこの動画を気に入っていただければ、ぜひいいねとコメントを残してください。それではまた東京で会いましょう。